スクシール治療というのをですね、アメリカでされている手術でも扱ってるんですけども、よくある質問っていうのをですね、今日ちょっとピックアップして、患者さんからいただくお言葉でですね、ちょっとお答えしたいと思っています。一つですね、そのディスクシール治療っていうのは、脊柱管狭窄症というね、開口が狭くなっているような病気に対しても、効果があるのかというところなんですけども、それは石田先生どうですか？アメリカに行きましたか？そうですね。狭窄症、狭いのも原因ですけれども、炎症も絡んでいる方もとても多くいらっしゃるので、そういうタイプだったらよく効くと思います。炎症を止めて症状を取ると。実際我々のところでも治療させていただいてて、多くの方が効果が出ているというところになります。そうですね。外科的手術が嫌な患者さん。手術でボルト入れたくないとか、手術ができないそもそもした人っていうのがですね、代替治療として、海外でもそうですけども、この治療を選んでいただくというところになっています。あともう一つよく椎間板がグッと上がってですね、治療したら、持ち上がって10代、20代ぐらいまでぐっと椎間板が潰れたやつが持ち上がるかっていうところがあるんですけども、その点はどうでしょうか？基本的には形を変える治療ではございません。炎症を、ターゲットしている治療ですので、画像で炎症を、見ることはできませんし、椎間板の機能、クッション性も評価することはできませんので、治療後、そういうところが画像として現れてくることはありません。ただし、治療した直後ですね、穴が塞がると一時的に椎間板の容量がぐっと広がるように見えますので、そこでお薬がしっかり入った治療ができたというふうに評価はしますが、時間が経つと大抵は元に戻りますので、画像上の変化は現れてこないということを思ってください。あとですね、よく言われます。治療したらすぐ良くなるやろ、すぐ良くなれみたいなね、よく言われるんですけども、どれぐらいで効いてくるのかというところですね。治療自体はね、だいたい20分からぐらいで終わるんですけども、治療時間は早いけども、じゃあ効果発現までにどれぐらいの期間がかかるのか。どうしても椎間板はですね、血管がない臓器ですから、とても修復が遅いというのが、基本的に知られています。腰痛、座骨神経痛、いろんなものに対して効果がありますけれども、大体3ヶ月ぐらいから効果が出だすという方が一般的に多くて、6ヶ月ぐらいがピークとして多いですが、患者さんによっては1年ぐらい症状が改善に関わるという方も多くいらっしゃると。一応データではですね、3年にわたり改善がじわーっとくると。タイプっていうのも報告はありまして、だから長期的にリカバリーをしていくと。だから焦らず待っていただきたいというような形でやっています。ですからね、脊柱管狭窄症とかもやっぱりヘルニアでもですね、激烈な症状でね、もう一個引いてくるで一刻も早くというやったらリスクあるけど外科的な手術をせなあかんと選択をちょっとお勧めする場合も正直ありますと。ただやはりちょっと待っていただけるぐらいのもんで、方がやっぱり椎間板治療っていうのは、良い適用になると思います。はい、続きましてですね、うちにはたくさんの年齢層の患者さんが来られます。老若男女ですけど、若い方からやっぱ年配の方で、おられますけども、でもその患者さんからしたらですね、一体私はどの治療が適用になるんだろうとか、俺はどうなってんだと、レーザーでいいのか、ディスコゲルしてるけどなんか、いやいや、はたまたディスクシールなんか、また別に保存なんてちらっとありますけども、それは、年齢層別にですね、治療が分かれてくるのかっていう説明ですね。これやっぱりね、診察をせな正直分かりません。やっぱり診察をして検査をして椎間板の状態を見てあるように、これね、変形タイプなんか、1000人が破れても縮こまってるタイプなんかによって分かれてくるんですけども、でも、やっぱり動画で見られてる患者さんなかなか検査まで診察まで来れへんっていう人もいると思うんです。で、そこで大まかに分けますと、この変形タイプ、これはね、結構、どんな人ですかね。若い方が多いですね。ですね。年齢で言うと、20代、30代ぐらいですけどね。40代までかな。これはですね、結構その椎間板が元気で、厚みがまだあってですね、変形が少ないので、だから比較的若い方に多いタイプのもの。これに関しては先ほど言っとるレーザーとかディスコゲルっていうのは圧力を下げる、中をね、こそいであげて圧力を下げる治療が良い適用になると思います。反対に、こちらの繊維が破れてしまうということでですね、言うたら椎間板潰れてしまって中のものが漏れ出る、パンクタイムみたいになってしまう。これはいわゆる身長が縮んだ場合なんですけども、そんな人って何歳ぐらいですかね？何歳ぐらいか。そうですね。やっぱりね、それだけ長い年月かかりますから、やっぱりご高齢、中高年の方が多いと思います。そうですね。大まかに分けますと、大まかですよ。
検査せな分かりませんけども、一般論で言うと、若い方はこちらの変形タイプですから、レーザー治療とかディスコゲルっていうのは一番いいと思います。また一般論です。年齢が高くなってちょっと身長縮んどるなという場合っていうのは、ディスクシール治療の方がより適用になる可能性が高いと思います。これやっぱ診察なんですけども、でもまあ大まかに分けるとこんな形で、大体8割ぐらいこれに当てはまるんですよね。実際の臨床でも。そんなことになっています。患者さんの区別の方法、概略を大まかに説明させてもらいました。